うみやさんこんばんは、夏目さんちのおけんです。ソフトクリームのてっぺんから滴り落ちる乳脂肪分さやです。下からポタ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 。実はそれさやだったんだ。日本全国で滴ってるわ今日も。お世話になりました。夏の間うるさいなもうはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。早い待ってわかんないよ。誰でキュウリだよお前はということで今回こちらです。キーボードかっこアルファベット順というわけで、はい、どういうことなんですか、ゲンさん。今回やっていく企画はこちら。出たアルファベット26文字のキャラクター集めてキーボードオリジナルにカスタマイズしてみた。今回一番聞いてるのバレリーヌだったのバレリーヌいいなてなわけで、こちらのね、なんとか集合絵シリーズあると思います。はい、50音順キャラクター集めてみたというのから始まり、はい、この間は0歳から100歳というね、恐ろしいあれはなかなか上のね、年代が集まらなかったりしたんですが、はい、今回はちょっとまた趣向を変えまして、今度は何集めちゃうんですか。アルファベットです。アルファベットってどういう意味か知ってます？アルファベットはですね、アルファさんが作ったね、きっと文字だから。ちゃうねん。ギリシャ文字の初めのアルファとベータをくっつけたアルファベット。そういう、知ってたし。じゃなくてね、ちょっとごめんなさい、まだないんですけど、これ仮です。仮のキーボードなんですけど、じゃじゃーん。アルファベットがここに書いてあるわけよ。で、今からちょっとここを取り外せるタイプのキーボードを買ってきて、例えば A の部分にアーニャフォージャーって A じゃないですか。そしたらここにアーニャをイメージしたキーを書くわけです。っていうのを ABCD で全部 Z までやっていって、ここのキーボードを自分たちの好きなキャラカスタムキーボードにして、推しキーボード、そう推しキーボードっていうのを作ってみようかなと。そういうことだったんですね。もうただ自分たちのキーボードを叩くモチベが上がって、じゃあ G を押すときゲンタって押すわけです。そういう可能性もあるわけですよ。ゲンさんはゲっていうこともあるわけですよ。やめててなわけでアルファベット26字キャラ推しキーボードを今回作っていこうという。だからまずは紙いっぱいにキャラクターを書きます。そしてその後キーボードを買ってきて、そのキーボードにデザインします。てなわけなんですが、今回の動画ではこれは前編としまして、まずは紙いっぱいに26体のアルファベット順にキャラクターをどんどん書いていこうと。なので後編ではキーボードに直接ペイントしてオリジナルキーボードをカスタマイズしていくといった流れで2本立てでやらせていただければと思います。いいですね。せっかくなので今回はね、唐突に現れる NHK な夏目さんちという教えて夏目さんち。出てきた新しいコーナーせっかくなのでアルファベットって何ぞやっていうところも皆さんにまずは知ってもらおうかなと思いますが、さやさんもなんかあんまり知らなそうだったので一緒にやりますか。教えて夏目さんちっていうより調べよう夏目さんち。そういうことです。一緒に調べよう夏目さんち。夏目さんちも一緒に学ぶコーナー。学ぶコーナーということで、てなわけで、アルファという言葉ってそもそもなんやねんっていう話ですよ。3000年前のイギリスのブリテン島とかさ、アイルランド島のね、住民に文字文化がなかった時代、ギリシャにもなかった時代、その時に文字がね、あったね、先進国って実はエジプトとかほらメソポタミアとかよく聞く文明ですよ。紀元前9世紀頃に文字を持ってないギリシャ人が、地中海の西の方に住んでたね、フェニキア人っていう人種の方々から文字をもらってギリシャ語を作ったっていうところ。文字という概念を知ったんで、概念をそうもらってきたってわけなんだけど、じゃあまず、今のアルファベットの A っていうね、アルファの起源が知りたいぞという話なんですが、ここで問題です。日本語とかにも象形文字というものはたくさんあります。あります。何かをかたどって文字ができていく。川だったら川が流れるのが川の漢字にもなったわけです。ですね。アルファベットも同じで、それぞれ元々は何かの象形文字から発展してきたというものなんですが、一番最初フェニキア文字における A って何て言ったかというと、アーレフと言いました。アーレフ。今のさアルファベットで A これでしょ、元の形は今教えませんが、アーレフは何の象形文字だったでしょうか。待って、これは進化しきったリザードの A ってことでしょ。もちろん。とりあえず今現段階2022年においての最終進化形態はここなわけですよ。それの
のだから人影を探せってことですか？人影を探せということです。じゃあ1、はい、鳥。鳥？はい。2、カマ。3、はい、牛。牛？ 4、弓。弓？さあ、ちょっとさやさん考えてみてください。これ書き足しても大丈夫ですか？書いてみてもいいんじゃないですか。なんかイメージしやすいようにね。ちょっとさ、鳥と弓ずるくらいだってさ、これ鳥じゃん。確かに A から飛んできたわ。そういう企画じゃないから今回。ね、鳥っぽすぎるから。でもさ、弓もっぽいよね。なんかだってほら、待って。こう。なんでそんな人描くのやる気なくなっちゃう。なんかこう。はい。確かに。ね、ほら、弓っぽい。あとなんだっけ、牛？はい。あ、でも待って。A に牛の可能性を見出したよね。もう。そこからじゃ見出せないだろ、そんなやる気のない。あとなんだっけ。カマです。カマ？もうこういうやつ。あ、そう、タナトスが持ってるやつね。あ、そう。強い。というわけで皆さんも考えてみてください。はい、どれでしょうか。でもね、さやさんはね、弓だと思うな。ファイナルアンサー。いや、なんかこう、武器とかが多分身近な、時代的にね。そう、時代だったから弓なんじゃないかと思います。正解は、牛でした。牛？これ？いや、まあそもそも、フはい、ェニキア文字になる前に、しない文字っていう文字があったらしくて、はい、そこの時のアーレフのはこれなんだって。いや、牛だ。これはもうちゃんと牛だわ。めっちゃ牛だわ。そうがフェニキア文字になった時に、こうなるのよ。でさらにそこから、初期の、ね、ギリシャ文字のアルファっていうのがこうなるの。おしゃれね。これなんかこう見たらほら今のアルファってことで確かに。そうで、そして、今の洗練されたギリシャ文字、ローマ字のアルファっていうのがこうなる。こういうことなんじゃないですかね。ちなみにこれも今は別に A には牛の意味は全くないですよ、当然。そう当時最初はそうだったと。てなわけで成り立ちもっと詳しく調べると面白いんですけども、まあそんな感じでアルファベットが成り立ちましたという。おもろー。クイズコーナーだいぶ尺取りましたね。いや今日もいい動画だったわ。ありがとう夏目さんち。それではまとめていきましょう。まとめたんだよもう最大限。今日何するんだっけ？アルファベット擬人化してみた。違うよ。それもありそうだけど違います。アルファベットの頭文字。ちなみに日本語の名前にします。海外と違かったりするからね。そう。リザードンがチャリザードになってたりするわけ。ああ、そうか。そうすると C なわけね。海外だと。でも日本人からしたらリザードンってさ R じゃん。だからその辺が違ってくるので、日本人に馴染みがある方の名前の ABCD でやっていきたいと思います。ではここにですね A から Z まで書いてあるいつも通りのデッキがあるんですよ。ここから今からねこれをシャッフルして1枚ずつ引いてここにみっちりまずは書いていきたいと。いやそうだよ、推しキーボードですから、やっぱこんなちっちゃいのにオーディンなんて書けないよみたいなことを。オーディンって誰よ？ FF あそこ召喚獣？ファイナルファンタジーより召喚獣のオーディンをゲイさんここのキーボードのキーに書くかもしれないから。書けよ。B でバハムート。ではまず1枚目から引いていきますか。じゃあ指相撲で決めよう。よーいスタート。これスパイ動き見えないじゃないんだよ。助けてください。捉えた。勝てません。2、3、4。それなしだろ。まあいいや、僕からいきますよ。いきます。せーの。トゥン。W。H。イエーイ。なんだ H。はい、行きましょう。H とまずは W。よーいスタート。でも H って言ってたらハヒフヘホー。違うバイキンマンね。それ B よ。ハヒフ。あいつ B よ。H 違いだった。せいさんが悩んでる間向こう終わっちゃうからね。嘘そんなに早いの？早いよ。国民的 W のマスコットキャラクター書くからね俺。国民的 W の？ワンダフル小崎とかか。誰だよ。誰よそいつ。ワンコって愛されてますよね。はい。さあということで1人目、W と H。せーの。でハルグローリーです。おお、どうした4鉄ぐらいしたプルーになってしまった。なんでプルーいじめんのそんなに。だから鉛筆の下書きがめっちゃクマなんだよなこれ。かわいそうだ。疲れちゃって。はい、春ですね。はい、あと H ハルグローリー、レイブより。いいですね。いやいい出だしなんじゃないですか。いい出だし。ワドちゃんだよ。暇だったから1匹増えた。本当だ。ワドちゃんは何匹増やしてもいい。何匹増やしてもいい。何匹もいるからあいつ。ディスカバリーでね。ワドちゃんは夏目さんちのディスカバリー実況こちらです。はい。ワド。はい、で次。行きましょう。せーの。
おお B ですか、さやさん。私の B ってさ、推しで言うとさ、ボボボボボボボなんですけど。あ、それで言うと僕もさ、エドワード・エルリックって今パッて E だと出てきちゃったんだけどさ、前回書いたんだよな。いや、そうなんだよな。前回エドが1回目さやが書いて、B がボボボボもさやが1回目書いたんだね。で、今回一応被りは、ないようにしましょう。そうしますか。はい。ということは、じゃあ、バババババババでいくか。兄弟出して。ビビビビでもいいし。全員 B なんかもしかして。ボーボーのね、兄弟が全員 B なんですけど。それはやめましょう。はい。じゃあいきます。E と B。せーの。スタート。さやさん、密かに好きだったし、なんかちょいちょい実は動画にもね、よく出してたキャラクターですよ。そんなみんな好きだよ。みんな好きでしょ、だって。難しかった。もう終わったの？待って、ちょっと悔しいからまだ見ないわ。やばい、書きすぎて上手くなってきた。なんかこう、でもどことなくなんかこう、レイブの世界観に合わなくもないっていう。でもこれさ、アラサーだったらさ、マジこいつのことさ、好きだし嫌いな人すげえいっぱいいると思う。なんでそんな。しかしこいつが書けるかどうかが僕にはちょっと自信がない今。さあ、ということで2人目 E と B。 なんかね、やたらとゲンさん時間かかってさやさんやたらと早く終わったっていう。さやさんめっちゃいっぱいかかる、逆転しましたさっきと。せーのドン。そうめっちゃビンタしてくる人でしょ。知ってる？知ってるよ。ストリートファイターの。あ、そうだ、ストファイ。私ね、スーパーファミコンだけそう、スト2だよね。我々世代の人だったらみんな好きだし嫌いって言ったのはそういうことで、こいつパンチボタン連打でそうってすげえ嫌いだった。そう、すっげえ100発張りって打つから端っこに追い込んで、小学生とかだったらもう連打してたら永遠にはめ殺しできるっていうキャラクター。トラウマや。エドワード・エルリックっていう後からエドって出てきた瞬間に予測変換でエドの後にエドモンドって出てきてエドモンドまで出てきたらエドモンド本題になっちゃって、もう出さざるを得なかった。もう帰ってこれなかったんや。エドモンドから帰ってこれなかったんや。で、さやさんこちらです。バーバパパファミリーじゃん。バーバパパですよ。バーバパパどころかバーバママもいるじゃん。全部いるじゃん。バーバムジャもいるし、バーバララもいるしよ。こいつらそういう名前だったんだ。それすら知らなかった。これキーボードに書いたら可愛いね。いや、そう可愛いなと思って。可愛い。確かに。今エドモンドのホンダのさ、張り手の真似したら喉枯れたんだよ。じゃあいきます。セーピからせーのドン You。 なんかもう L ってなんか私今頭の中にポンって浮かんだ一人しかいないんだけど、それでも良いですか？いいっすよ。じゃあいきます。スタート。いやでもね、私あの作品の嘘、一番好きかもとか言っちゃうとちょっと角が立つ。角が立ちそう。なんで角が立つような作品から行こうとしてんの？角なさそうな作品なのに角が立ちそう。どういうことですよ、最悪じゃん。角生みそう。いやでももうね、このキャラしかいないってばよ、ほんと。そんなことないよ、うすらトンカチ。なんでその丁寧なんだよ、口調が。いやもうごめんなさい、分かっちゃったでしょ、今ので。サスケくんでしょ。違うよ。あ、どっちもいけるわ。ほんとだ、確かに。違うな。イタッチの方かもしれない。兄貴の方かもしれない。トントトトントン。そんなリズミカにトントンしてないでしょ。許せサスケトン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 じゃない。愉快すぎるだろ。雪だるま作ろうみたいなことになってしまう。というわけで、U、L、せーの。で、ルイージ。この流れでいくとこいつらお化けなんだよな。で、だからこことここの差はあんまなさそうだよね。だってルイージに座れるやつらじゃん、こっち。この字を見たら、ルイージかなと思って。ルイージのキーボードはちょっと想像つくな。かわいい。私、ルイージマンションのルイージがすごい好きで、あざとくないですか？あざとい。渦巻きナルト。U。はい。なんかこの系統のこの企画、集合企画に毎回渦巻きナルトを出したかったのに、なんか出すタイミングがなくて。そうだ。そう、なんやかんや。ようやく今回かけました。火炎豪華球の術みたいにやったでしょ。みんな絶対さ、千鳥打てたよね。ごめんなさい。じゃあ行きますか。はい。次、せーの、ドン。Z。なんだ Z って。ゲンさん。推しだったよ、確かに。だった。法律上の推し。何法律上の推しって。よし、じゃあ書いていきましょう。はい。これちょっとね、定義してなかったけどさ、一応漫画、アニメ、ゲームみたいな前と同じ区切りで書いてるつもりなんだけど、今回のキャラクターちょっとごめんなさい、映画に寄ってるかもしれない僕。けど許してほしい。で、厳密に言うと僕が好きなのは、映画の方のキャラクターなんだけど、でも原作は漫画だからみたいな、なんかそういう気持ちで許してほしいキャラです。ということは、いろいろ展開されている作品だということですね。そういうことですよ。単純な話で言ったら一番好きな映画かもしれない。
おー、それってすごいね。ゲイさんが筆ペンでなんかこう世界観を統一してかっこいいイラストにしようとしてるけど、私はバーバパパを増やして世界観を統一しようかな。なんで後からも増えていくんだよそいつら。はい。てなわけで J と G せーのじゃーん。ドーン。おー、ジョーカー。ジョーカー。いやもう僕ねバットマン大好きで。いやそうね、ゲイさんバットマンの原作も好きなんだけど、もともと好きになったきっかけがクリストファー・ノーランっていうね、僕が敬愛している映画監督がいまして、その方が撮ったダークナイトシリーズっていうのがめちゃくちゃ好きで。いやそうだってゲイさんとお付き合いした時に、一番最初にもうこれ見てって言われたぐらいだった。いやそうてなわけでジョーカーです。あ、いいですね。でこれはバーバパパに背後を取られたガイラルディア・ガランガルディオスです。もうやられるこいつ。絶対やる顔してるこいつ。いましたね、ガイ。はい。懐かしいな。最初はガイ・セシルっていう名前で出てくるキャラクターですね。本名がガイラルディア・ガランガルディオスってすごいね。そう、すげえ言いてえ。すげえ言いてえ名前。そう。ぐわって中二病の心臓一回潰されるんだよ。じゃあ次行きますか。せーの、ドン。X。F。いや、私ね、F はね、実はね、ちょっとね、決めてたんですよ、キャラクター。あ、決めてたんですか？じゃあ行きます。はい、X と F。F。用意、スタート。スタート。いや、でもね、ゲンさんも実はね、X って聞いたときに、これしかないんじゃないかなと思ってたんだけど、これ間違ってたらどうしようっていう感じ。ああ、バタスコッチパイ食べたい。匂わしてきたね、今ね。いや、全然。香ったにはバタスコの香りが今。気のせい？うん、気のせい。気のせいか。はい。さあ、ということで、X と F。F。せーの。ドーン。おー、メイちゃん？こっちのシャオメイシャオメイってなんか中国のシャオとか、あ、そうですね。そうシュなんかそういう発音が確か X だったなっていう。あ、そうで、多分シャオメイのシャオって小さいだと思うんで、小さいだと XAO なんですよ。おー、よかった。ほら、中国語専攻してたさやさんのお墨付きをいただきました。フリスクね。はい、さやさんは F でフリスク。うわー、ついになんかアンテの主要キャラが来た感じね。いや、そうそう。テミーさんこの間僕が出したけどね、F でフリスク。いや絶対 F はフリスクがいいと思ってて、いいんじゃないですか。今何キャラぐらいまで来た？今10だから半分ちょいまだいってない。あ、いや、あとちょっとで半分ってこと。半分ね、もうちょいで。せーの、ドン。 K。愛ってなんかいるか？じゃあセンサーがあれ書いちゃおう。じゃあ行きますか。よーいスタート。ちょっとこれは新旧ジャンプを支えてる漫画。お、ということは磯部ですね。好きだったけどすげえ好きだったけど。愛ですしね。磯部ね。懐かしい。あれ衝撃だったよな、初めて見た時ね。だってあれなんだっけ、ワンピースのさ、ワンピースの大言で載ったら反響でかすぎて速攻連載になったっていう異色の漫画ですよ。いや面白かったよ、あれだって。天才の書く漫画だった。天才の書く漫画だったわ。早っ。あ、かわいい。なにこれ、私天才かもしれない。かわいい。先生本当にでも今回ちゃんとキーボードに書けそうなキャラいっぱいだね。いいね。いいでしょ。俺さ、キーボードに書けなそうなキャラばっか書いてる。エドモンドとかね。エドモンドどうすりゃええねんって感じです。本当に。てなわけで、愛と K。せーの、じゃん。カービィね。やっぱワンダちゃんいたらカービィでしょ。素晴らしい。はい。おー、虎杖裕二です。あ、もしかしてナルト先輩にドキッとしてません？多分ね、呪術廻戦の世界ってジャンプあるのよ。デラックス日輪刀とか出てきたし、呪術廻戦以外のジャンプ作品がある世界観だから、絶対虎杖裕二はナルト好きだと思う。いや絶対読んだ。絶対好き。絶対螺旋丸とかやって子だと思うのよ。横にナルト先輩がかっこよく螺旋丸打ってるのを見て、はっってなってる。少年の心が出ちゃった虎杖君。あー、かわいい。そう。はい、お次。せーの、ドン。もう決まりです。はい。意外もう決まりです。早っ。こいつそのまま入れるからな、多分。どういうこと？こいつそのままキーボードにいても問題ないキャラ。全国の多分お母さんに怒られちゃうから、これは P4 でね、お願いしますよ。はい。の紳士にチャーグル。今のは P を外してどうぞ。やだよ。くっそ好きだったんだよ。いや、私はもうなんかもう今までお世話になったキャラという感じですね。どちらかというと。なるほどね。はい、V と C。多分僕ね、ここから出てくるものもここから一緒だからいくよ。せーの。V だ。紛れもない V だった。華麗なるビクトリウムさんはご存知でない？
いや、わかるよ。ガッシュのキャラってのは知ってます。ベリーメロンってみんな歌わなかった？知ってる、曲は知ってる。ワンツーワンツーベリーメロン。ベリーメロン。みんなガッシュたちがベリーメロン。めっちゃ言ってる。こいつ出てきてる回毎回笑ってたもん。どう見ても V でしょ。どう見ても V。この中でアルファベット順のキャラクターを描きましたって言われて、はいはいなるほどねってパッて見た瞬間に一番視認性高いからね。絶対 V だこいつだってなる。絶対 V だから。あ、何？ちょっとねこれね分かりづらいんだけど、これレトロイトビカムヒューマンのコナーですね。コナーね。ちょっとあまりキャラクターっぽいとこがなくて、お茶碗で書いちゃったせいでさ。お茶碗がなんで書いちゃったの？わかんない。あ、選択肢ね。だからちゃんと選択肢で書いて懐かしい。レトロイト懐かしい。いや、それで夏目さんちのゲーム実況配信初のゲームだったの。まあそうだ、まともにやったゲーム生放送の初めてやったやつがレトロイトビカムヒューマン。いや、大好きでした。いや、めちゃくちゃいいゲームだったねこれね。でもわらちゃんのせいで散々なエンディング迎えた。選択肢でどんどんストーリーが分岐していくんだけど、わらちゃんの尻尾がイヤホンに絡んだせいで最悪のタイミングで最悪の選択肢を選んじゃってね。そう歴史的瞬間でしたよ、ある意味。てなわけで V と C でした。よし、じゃあ次行きましょうか。いきます。せーの、ドン。 S。 お、来た。何？ S 引いた。何怖っ。いや、私 S やりたかったんです。やりたかったんですか？もうわかるじゃん。もうみんなもうここに置いといてあげるわ、みんなも。あ、 F ですよ。うわー、ハージメット。よし。はい。さあ、ということで O と S、せーの。はい。うわ、並べちゃった。当たり前のように作品かぶり券使ってんじゃん。もういいか、いいじゃないですか。もう作品かぶり券とか。だって一緒にいた方が可愛いじゃないですか。すごいこと言いすごいこと言い始めた。まあだってバーバパパどうすればいいの、こんなにいっぱいいて。一体だよこいつ。いや、もうフリスクといえばね、サンズね。そう。でもさ、さやさんあんて好きだけどさ、サンズ初めてだね。いや、サンズ多分初めてだったはず。この集合系の企画だと初めてだね。昔すごい昔になんかラスボス集めるぜみたいな。あ、そうそうそう。集合へ元祖みたいな、なんかそういう。あれやった時はサンズをね、書かせていただきましたけど。そう、いや、書けた、やっと書けた、嬉しい。素晴らしい。これはいいキーボード。イエーイ。これキーボードにすごいアイコンとして。下着。法院京馬団のやつですよ。でも本名は違うやつ。岡部倫太郎ね。はい。でも法院京馬はマッドサイエンティストとか言ってるじゃんいつも。本当のマットが隣にいるからちょっと焦った。確かに。ガチのマットがここにいるから。結構まともだもんだってこと。そう、こいつは本当はねまともなすごいいいやつなのよ。シュタインズゲートの主人公ね。めちゃくちゃ好き下着。はい、下着すごい好き、超泣いた。じゃあ次行きますか。行きますか。お次です。お次です。せーの、ドン。Q おる？ Q っている？じゃあいきます。R と Q、用意 R と Q スタート。 Q すごい悩んだんですけど、不朽の名作行かせていただきます。はい。お前は本当にこれをキーボードに書く気なのかって言われるとちょっと難しいところなんですけども。せーの、ドン。Q ちゃん。お化けだ Q 太郎です。いいな、なんかそれ本当にキーボードにちゃんと書けそうなやつらじゃん、全員。本当に。いたら可愛いですよ。ねえ。ちょっとこの辺があれだけど。いや、そうそう。この辺とかは。お化けの Q 太郎、不朽の名作。Q 太郎が本名なの？名前は Q 太郎だよね。あ、Q 太郎でいいんだ。なるほど。で、ゲンさん、もしそれは君が好きだと叫びたいんじゃないですか？明日もし君が。じゃなくてそのドルミゴ。それって遊戯王じゃん。遊戯王だわ。違う。ワンズ違いだよ。世界が終わるまでは。そっちだ。危ない。今遊戯王の方行っちゃったよ。R っていうことはルカワ楓。これでルカワって伝わった？下まつげでは。よかった。そう、ルカは結構このキリッとした目にさ、こうまつげがピッピッて入ってるね、顔なんですけど、ザ・井上先生が描く顔っていう感じのイケメンですよね。キーボードに書くうんぬんじゃなくて R で思いついたキャラでパッて出てきたのがルカワしか出てこなくて。でも大好きだもんね。こんなにスポーツ好きじゃない人間がこんなに好きってすごくない？確かに。スラムダンク。このサイズで書くルカワワクワクしちゃう。ワホーって言われそうだよね。じゃあ次行きますか。参りますか。せーの、ドン。Z。ちょっと待って。私がさ、人生でずっと推してるキャラクターがいてさ、多分知ってる人があんまりいないかもしれないんだけど、書くわ。ごめんね。あ、もう書くんだ。いいよ、書くなら。いやこれは僕は小学校の時からの推しですからね。いや、長年の推しじゃないですか。そうしてるよ。このキャラ好きすぎて。
今チラッと見ちゃったけど、もしかして見てんじゃねえぞこの野郎が。びっくりした、ごめん。そういうこと。見てんじゃねえぞこの野郎が。気づいたきつかったこと気づいた。おっさん例に漏れずさ、毎回2年前の姿になるの何なんだろう。このやっぱ一番こう思い出の中にさ、刷り込まれてる年代がそこなんだろうな。そういや今でもリアルタイムで大好きだし、ずっと追っかけてる作品なんだけどさ、やっぱ子供の時とさ体感時間がさ違うからさ、やっぱり過ごした時間でいうと圧倒的な長さがあるんだよな多分。そうてなわけで T と Z せーのじゃん。トニーチョッパー。確かに間違いなくゲイさんの推しだわ。マジで何も見なくても流れるようにかける。かわいいね、なんかこのね、ここかわいいね、やっとなんか僕久々にこう確かにキーボード的なキャラ描いたわ。キーボード映えするよ。キーボードにチョッパーいたらかわいいよ。めっちゃかわいいと思う。いや私はこれはゼルディンですね。いやそう中学校小学校ぐらいの時からずっとね、大好きなファイナルファンタジー8のゼル君。好きなキャラだね。はい、昔から好き。なるほど。これはいや Z まで来ましたよ。ついにさあだいぶもう佳境ですよ。あともう数回で終わってしまうので。いやそうだよ。せーのドン。わー N。 もうワイはやった。いや絶対書こうと思ってたやつがいた。嘘。じゃあいきますよ。行きましょう。よーいスタート。はい、というわけで Y と N。せーのドン。大好きな第五人格。第5ね。はい。でノートン・キャンベルっていう。ノートン・キャンベル、聞いたことある。はい、金の亡者ですね。炭鉱。そう、炭鉱者です、いわゆる。ノートン・キャンベルね。ノートン・キャンベル、磁石でぶん殴ってくるやつですね。もう第五人格を代表するイケメンですよ、ノートンは。もうみんなもうみんなの納得の Y でしょこれ。いやもうグリーンズじゃん。グリーンズだ。グリーンズじゃん。はちゃめちゃもう。いやヨッシーって僕実は普通にどんなゲームでもマリパでもマリカでもスマブラでもずっとヨッシー推しなんですよ。ね、ずっとヨッシー使ってるよ。小学校の頃からヨッシー好きで、スマブラねデラックスぐらいからヨッシーを割と使うことが多くて。いや許せない。好きなのよ。スマブラでイエンさんがヨッシー選んだ時許せない気持ちだ。これ見て、綿あめの匂いがするチョッパーをヨッシーは食べ物だと思って今ルンルンしてる。やばいよ、だってもうこの辺ペロリだよね。ペロンって終わっちゃうもんね。一口で終わるから。一口で終わる、この辺が。めちゃくちゃいいじゃん。今回なんかすごいさ豊富じゃない？ね、バリエーションが。これ可愛いキャラからさ、かっこいいキャラまで。あと2回で終わっちゃう。早いな。終わっちゃう。0が長すぎた。長すぎた。あれが多すぎた。せーのドン。ピー。私ピー引きたかった。わかった。さやが P 引いたら書きたいキャラは分かったけど、さすがに多すぎるから僕は書きません。ここに並べたかった。みんな分かるでしょ。まあ分かる。P と言ったらここに並べた。さすがにでもちょっと同じ同系統の多すぎなんで。でもね、A もね、私ちょっと子供の頃からの超推しがいるんで、じゃその子書こうかなと思います。オッケー。じゃあいきます。よーいスタート。さやさんこのキャラ好きすぎてこのキャラコスプレしてた時ある？さやさんコスプレなんかしたことあるの？大学時代にね、コスプレイヤーの友達がいて一緒にやろうよって言われて、同じ作品が好きだったからじゃあこれでやろうっつって衣装を手作りしてやるってなったんだけど、全然服飾のさ知識ないから、すごい困ってたわけよ。そしたら朝起きたらなんとおばあちゃんが作ってくれて。おばあちゃんすごい。ありがとうおばあちゃん。さあ P と A でございます。せーのドン。僕のピカチュウって毎回ね手前に迫ってきてて、悪い顔してるピカチュウ描いちゃうんだよね。なんかすごい攻撃的だ。そう毎回僕がピカチュウ描くと攻撃的になっちゃうのよ。なんかねでも揃った。そう揃った。もう世界のマスコット、もう日本のマスコット CV 大谷イズ揃いましたよ。はい。もうこれ文句なしの P でしょ。で今まであれこの間いたじゃんって話じゃないですか。これサトシなんですよ。そうね。サトシにたまたま一緒にくっついてただけなのこいつ。であの時もなんか結構こういう。そうあの時も多分ねこんな似たような感じで描いてた気がする。ピカチュウのイメージ。いやポケスペのイメージなんだよ。ポケケスペが結構こういう感じの絵が多くて、それが頭の中にあるんだと思うの僕の。だからなんかこうついついピカチュウがこういう戦闘態勢のイメージが強くて。いやせいさんはこちらアルスだ。アルスです。ドラゴンクエスト7の主人公のアルスです。なるほど。大好き。ドラクエ多分ね人生で一番好きなゲームって言ってもいい過言じゃないかもしれないぐらい。ドラクエ7。ドラクエ7大好きで。やったことねえんだよな実は。人間の汚さとかで世界の理不尽さを学ぶには最高のゲームです。
ですよ。いいのそれおすすめしてる？ストーリーは実はねほぼ知ってて、エデンの選手たち。そうエデンの選手たちって藤原亀井先生が書いてるドラクエがすごい好きで、あの漫画読んで、うわすげえって思ったのが、なんかの時も言った気がするんだけど、なんかフィクションの設定に説得力が出る瞬間ってすごい好きで、藤原亀井先生のドラクエ7の漫画で、アルスが吹っ飛ばされた瞬間に受け身でホイミ使ったの見てすっごい好きになったの。そのめちゃくちゃ呪文使いこなしてるみたいな、そういうのがすごい好きで、だからそのリアリティというかさ、実際じゃあドラクエのキャラたちはそう戦ってたんだみたいな瞬間がすごい好きでね、覚えてる今でも。終わりみたいな空気出てますけど、あと1番あったわ。あと1番あるんですよ。じゃあどっち選びますか？こっちせーのドン DM ダイレクトメールよーいスタート。さあということで、もうなんかあっという間に今回は最後までできっちゃいましたけど、いやでもちゃんと埋まったはい、というなわけで D と M せーのドン。アイスがちょっとアルス危険なんですよ。非常に危険。ブーンってやったらジャキーンジャキーンデンジチェンソーマンのデンジ。いいですね。いいねいいね。7つの大罪のメリオダス。メリオダスね。でもなんかデンジ見てなんかワキワキってやってる感じになっちゃって、どここいつもみきなんだろうね。逆にこいつだってもみてんだから。確かにもみたいつじゃん。大丈夫かな令和に。アニメもこの動画がもしかして出る頃に始まってる？わー楽しみね。主題歌の米津さんの歌マジクソかっこよくてびっくりした。いや超楽しみよ。何もかも楽しみね。てなわけで、なんか今回もまだこいつら出てなかったんだぐらいのやつらが揃いましたね。いやそうね。楽しかったね。いや楽しかった。いやこれをどうやってキーボードにしていくのか不穏ですね。不安というか不穏。特にね、でもデンジはポチタ書いた方がいいんじゃない？まあ確かにね。デンジではねえんだよな。でも確かに P になっちゃうよね。私だってそしたら春じゃなくてプルー書いた方が確かに P なんだよなって。確かにみんな P なんですよ。てなわけで、じゃあここにおられる凄まじいキャラクターたちですよ。またもやそうです。大好きなキャラクターたち、大好きなキャラクターたちがこうひしめき合ってるんですが、これらがキーボードになったら、これも幸せなタイピングライフが、タイピングライフだよ。自分たちの推しキーボード、作っていきたいと思います。